春子が目を開けると、そこは暗闇だった。少しずつ暗さに目が慣れてくると、紫色のカーテンや見たこともないような本が並んだ棚を認知することができた。そして彼女は正面から聞こえてくる声に気づく。ようこそハウスでありーべ。春子はなぜ自分がここにいるのか理解できなかったが、一人の女性の顔が思い浮かんだ。あ、そっか、瞳の紹介で。そうだそうだ、あの子風の噂でここのこと聞いたらしくて悩みがあるみたいだし行ってみたらって私勧められたんだ。春子様ですね。お待ちしておりました。ぜひ私にそのお悩みをお聞かせください。春子は少し前のめりに座り直し、目を輝かせて話し始めた。なんか私って友達に恵まれなくって、私はずっと完璧だったの。小学生の頃はずっと学級委員を任されて成績も優秀、外見も可愛かったからチヤホヤされていたのよ。みんな私と友達になりたがっていたけど、私が友達になりたいって思った子は一人もいなかった。田舎だったし私のレベルに合う子がいなかったのね。だから一緒にいるのなんて誰でもよかったのよ。適当に周りにいてもらえれば私は人気者に見えるでしょ。アリと同じね。女王アリのために平民のアリは働き続けるしかないのよ。小学生の頃から大人っぽい顔立ちをしていた春子は確かにクラスの人気者であった。教育熱心な両親のもと、ピアノや習字、バレエなどさまざまな習い事をしていた。他の子供から見れば憧れの的であったのだろう。しかしそんな純粋な羨望の気持ちに対して春子が抱いていたのはとても卑劣な感情だった。でもしつこいぐらいに私のそばを離れない子がいて、めぐみっていうもさっとした子。私の理想の真逆ね。あんまり近くにいてほしくないのだけど、親同士が仲良かったし家も隣だったから仕方なく一緒にいてあげていた。気づいたら高校まで一緒にいたの。ああ、いつになったら私の理想の子は現れるのよって自分の生まれた場所を恨んだわ。春子は息を荒げながら話し続けていた。よほど自分の過去が許せないのだろう。怒りの対象でもあっためぐみは春子に疎まれながらもそばに居続けた。彼女は春子に上から物を言われたとしても友達でいたかったのだろう。しかし春子の方がめぐみを友達だと思うことはなかった。春子さんの理想とはどのようなお方だったのですか？私に合う子よ。スタイルが良くて美人で可愛くてみんなに人気で仲良くしてればみんなに羨ましがられるような完璧な子。そんな子東京に行かないといるはずがない。高校を卒業するまでの我慢だって自分に言い聞かせていた。ほんと最悪な学生時代。転校も考えたけど絶対無理。うちの親厳しいからそんなこと言ったら絶対めんどくさいことになるの目に見えてたもの。だから我慢するしかないって思ったの。高校に上がると春子は近所のカフェでアルバイトを始めた。これも彼女の両親の教育方針の一つ。少しでも早く社会経験をさせることで人としてスキルアップさせようとしたのだ。そしてこの頃春子に大きな転機が訪れる。バイト先でね、私が入った数ヶ月後に新しい子が入ってきて、瞳っていうすごいスタイルが良くて美人の子。私の理想の友達だって思ったの。高校卒業までこんなこと出会えるはずがないって思ってたのに。気がついたら友達になろうって声かけちゃって、そしたら彼女いいよって言ってくれたんだ。もう私舞い上がっちゃって、バイトが終わってもずっとメッセージやり取りしたりしてたな。この頃から春子は瞳と共に過ごすことが多くなっていった。お互いバイトが休みの日にはハンバーガーを食べに行ったりショッピングしたり、理想の友達としたかったことをそうして春子は一つずつ叶えていった。もうずっと瞳といられたらいいのにって思った。だって学校に行っても仕方がないんだもん。
あんな人たちと同じ空気吸ってるって思うだけでおかしくなりそうだった。しかもなんかめぐみの態度がムカつくの。最近なんか春子疲れてるなんて聞いてきて、疲れてるんじゃなくてあんたがムカつくからこんな顔になってるんだって。全然私の気持ち分かってくれなくて、思い出しただけでもイライラしてきた。ちょっと失礼しますね。占い師はそう言って席を立つと、奥からハーブティーを持ってきた。春子の興奮状態が続いているため、一度落ち着いてもらおうと思ったのである。どうぞお飲みください。リラックスできますよ。ありがとうございます。春子は一口二口とハーブティーを飲み、冷静さを取り戻した様子だ。さあ、続きをお聞きしましょうか。はい、それで高校に通うのが嫌になって行くのをやめたんです。もうあの空間にいるのも耐えられなくなって。この時は親が離婚してて、お母さんと2人で暮らしてた。でもお母さんは私に興味がないみたいで、高校に行かなくても何も言わなかった。だからアルバイトだけして、あとは瞳と遊んだりして生活してたの。徐々に高校生活を送ることが苦痛になっていった春子。1週間のうち欠席する日が1日、2日、3日と増えていった。そして夏休みをきっかけに登校することをやめてしまったのである。自分のやりたいことだけやれるってこんなに楽しいことなんだって思った。瞳とは年齢偽ってクラブに行ったりもしたの。どこに行っても私たちはモテまくって、いつも周りには男の人が群がってた。でも私分かっちゃったの。何が分かったのですか？瞳は私を見下していたのよ。本当に周りからモテていたのは瞳。誰一人私には見向きもしていなかった。そんな私を瞳は陰で笑っていたのよ、きっと。だって私と遊んでたのに急にいなくなっちゃったりするんだよ。次会った時にはケロッとしてるし。それで瞳、あの子記憶喪失なの？やばくないみたいなこと周りに言うのよ。そういうの繰り返してたらもうだんだん瞳がイライラするようになっちゃって、私まで頭がおかしくなりそうだった。そうそう、瞳がやばくなったあたりから私、病院のベッドで寝てる夢を見るようになった。病院大っ嫌いなのに、そんな夢見るなんてほんと無理。全部瞳のせいなの。だから占い師さん、早く瞳と縁を切りたいから、もっといい友達と出会える方法とか教えてほしいの。お願い。安心してください。私がより良い友達と出会えるようにして差し上げます。本当？よかった。これで変な夢を見ずに済むわ。あなたのお話を聞かせていただき、見立てさせていただいた結果、こちらのアクセサリーを身につけることをお勧めいたします。ですが、決してそのアクセサリーを外してはいけません。それは小さなサファイアの石がついた銀の鎖のアンクレットだった。すごいキラキラしてる。かわいい。これつけてるだけでいいんだ。簡単じゃん。これ高いの？お金はいりません。お代はすでにいただきました。あなたの経験した思い出、記憶。めっちゃ優しいじゃん。ありがとうございます。何かあったらまた来ますね。すると春子はそのまま深い眠りについた。そしてその様子を見届けた占い師はこう言った。あなたの恐れていた通り、やはりダメでしたね。すると紫のカーテンの向こうから一人の女性が現れた。春子の話に出てきていた幼なじみのめぐみである。めぐみは春子を病院から車椅子でここまで連れてきた。春子は幻想の世界を求めすぎた代償で、現在は1日1時間しか起きていることができなくなっていたのだ。そして先ほどそのタイムリミットが訪れ、春子は再び23時間の眠りについたというわけだ。はい。
でもありがとうございました。最後の望みだと思っていましたけど、春子が選んだ幸せがあっちにあるというのなら仕方がありません。春子は高校に行かなくなったと話していたが、行けなくなったのだった。この世に存在しない友達に会いに行くために、現実と夢の間の判別ができなくなっていった春子の脳は、それでも瞳を求め続けた。その結果、春子の睡眠時間は異常なものとなっていったのだ。めぐみはそんな春子のことを心配し続け、毎日家まで来てくれていた。授業のノートをコピーしてきたり、眠り続ける春子に懸命に話しかけていた。それでも彼女が現実の世界に戻ってきてくれることはなかったのだ。どうしてあなたはそんなに春子さんのことを私は春子に救われたんです。小さい頃、身長も小さくて気が弱かった私は男子にからかわれていました。そこに春子がやってきて、私といればあんなことされないよ、だって私人気者だからって言ってくれたんです。私は春子のその強い気持ちが羨ましかった。私もああいう風になりたいと思って春子のそばに いました。でもだんだん春子はみんなから孤立するようになってしまって、表面上は仲良くしてあげていた友達のみんなも裏では春子を嫌っていたのだった。仕方ないからそばにいてあげよう。クラスメイトの中にはそういう共通意識があった。そして春子自身がみんなの気持ちに気づくことはなかった。いや、気づいていたのかもしれないが、プライドがそれを認めなかったのかもしれない。そして彼女は徐々に自分の理想を求め、夢の世界に浸り始めてしまった。目を覚ますことを拒絶するようになっていったのだ。目を開ければ自分が認めたくない現実が広がっている。現実の世界は厳しい。最後に春子に気づいてほしかった。理想の世界なんてないって。でもダメでしたね。最後の最後まで春子は理想から離れることはなかった。私は春子をこんなに大事に思っているのに。理想の友達とは一体何なのだろうか。めぐみは春子を思い心配し続けた。どんなにひどい言葉を言われても彼女の友達であり続けてくれたのだ。春子が友達と認めていなくてもめぐみはずっと彼女の友達だと思い続けた。こんな無償の愛を注いでくれる、どんな時もそばにいてくれためぐみが彼女の唯一の友達だったのではないだろうか。しかしそんなことにも気づかずに春子は深い眠りについた。私との記憶は消えたんですよね。それでいいです。春子が理想を望んでいるのならそうしてあげたかったので、今日はありがとうございました。めぐみはそう言うと春子を車椅子に座らせてドアを開けた。めぐみは一礼して去っていった。その顔には涙が流れていたが、心はとても晴れやかなものであった。春子よ、
すでに持っていた良い友人をないがしろにして理想を追い求めすぎた。これからは夢の世界で生きるがいい。幸せという虚像の中で。